日本人はね、やいやいって名乗り上げたりしようような、昔から戦争に国民性があるもんだからね、ふわーっと自分なりの生き方をやっちゃって、パンパンパーンとやっちゃって、この兵隊は死ぬ侍というのは、そういうのを帰って知らん方がいい。実際はこのみたいなのもあんまり誰も言うておりませんので、戦争中にレイテの襲撃などの問題があった時も、パラシュートみたいな、パラシュートみたいな、あれがレイテが占領される前に行ったらその時の結構ね、結局剣道じゃいかんっていう、私の主張は剣道を2段じゃ3段で言って段待ちだ言ってやってもやるとすぐ攻めると言いながら受けに立った実際のはクラドリしていくような言い方を取ると、実際の時になると受けに立ったあれ形になって出てきますんですよ。刀なんていうのがね、見てやるぞって言って抜いたら、それがパッと、その途端に日本人はね、やいやいって名乗り上げたりしようような、昔から戦争に国民性があるもんだからね、一気心の考えをそこで途端にこうパッとしてしまうからね、もう剣道やってる人のクラドリを試合すれば分かるけど、もう抜いたらさっと構えてクラドリしなければ出てくる。今の試合しようっても習いよる時でも、それは薩摩の戦争実は知っとったんだな。それを知ったかどうかさね、薩摩の事件ですから、あれはね。ふわーっと自分なりの生き方をやっちゃって、パンパンパーンとやっちゃって、それで後でこう抜き打ちばっかり教えたり習ったりさ、そういうところをかえって大衆化のようなことに薩摩が変わっとったんじゃないかなと思う。後になぜ気がついたことですけど、それがね、剣道をやった一般の目をつけた剣道をやる人になると、もう直接風が外空か川当たりませんもんですから、それもあるんですな。だからあれは大変やっぱり剣術だったんですね。中西道場で。私はそっちよりも結局剣道でやったらそれはダメなんだ。そういうような言って死ぬ、生きても勝っても負けても死ぬという、死ぬ兵隊は死ぬ侍というのは、要するにそういうようなものをかえって知らん方がいい。でもう私一流の柔らへ持っていって、あとはもう丸い剣の使い方だけ教えて、それを型が3つか4つかしか教える。でそういうものをやって、それで言ったらそれで成功したかどうかいうことは言えませんけれど、全部そのグループは全部生きて帰ったんだから、それは言えられるんですよ。逃げて帰ったんじゃないですよ。で効果を上げてきたんで、それを私は詳しく知らなんだら、後に内閣嘱託を小宮さんについて脈諾しておった時に細川君が聞いてから、先生微妙なことを聞いてきた言ってね、
日本もや戦争ばっかさ先遣部隊が来て途中で引っかかってなんか1ヶ月ぐらい日本上陸が遅れたんだなんていうことであって向こうそういうことを言ったそれでそれはちょっと途中で日本の九州部隊が来て、それで先遣部隊の司令部いうか拠点をね来てちょっとやっちゃった。駐屯隊ですね。それ来たわけですね。ところがみんな飛行機なかった自分に飛行機に収容されてみんな帰ってきたんだからそのみんな死んでいないということは私らの手柄にはならなかったけど後から鬼塚介護の大佐がその被害者はなしっていろいろ言うてきたそれだけ聞いておりますからだからねあれはとにかく勝ち戦であればそれは一つの何になってこう武将ですね。なるでしょうけど感謝状の方がそれからもう1ヶ月か2ヶ月ぐらいしたら潰れたんだから負け戦だからそれだけのもんだけど私自身がね間違いないと、もう円のたちの振り方はねもう間違いないんだというようなこれを確信したんだ